こんにちは、きかです。今日はね、潜在意識のことをちょっとね、お伝えしたいなと思っています。私も潜在意識にね、関わっていて、もう結構長くないか。3年ぐらい、3年半ぐらい。最初はブロック解除っていうところから入ったんですけど、やっぱ潜在意識って何なのかなっていうのが大体分かってきましたので、それについてお伝えしたいなと思っています。で、潜在意識っていうのは、意識してる部分、潜在意識と無意識の部分、潜在意識っていうものから私たちの意識ができてるって言われていて、でこの意識してる部分がね、なんか氷山の一角みたいに言われてる潜在意識はいつも日常を意識してる部分なんですけど、ここがねすごい少ないんですね。いつも日常を意識してるところって何パーセントぐらいみんなあると思ってるのかな。大体みんな分かってるかな。氷山の一角って言われてますけど、100% で言ったらもう最近なんかちょっと来た情報だと1% ないんじゃないかっていうのをちょっと聞いたんですよね。すごくないですか？なんかもう本当に潜在意識、自分が意識してる部分が 1% もないんだったら、なんかもうすごい、なんかこんなに悩んだりね、日常してる自分がバカみたいみたいな感じにちょっとなっちゃいますよね。だから全然無意識の部分がほとんどで、自分ここに対してだから 10% とかね言う人もいますけど、私もなんかここの部分はやっぱり 1% ないんじゃないかなって思ってる感じなんですね。で、ハイヤーセルフとかって何なのかなっていうと、このね、潜在意識のことを言いますから、ハイヤーセルフに乗った方がいいとかね、委ねるとか言うじゃないですか。これ何なのかっていうと、このハイヤーセルフ、潜在意識の力をね、どんどん使っていくってことなんですね。でも使っていくって難しそうな感じしますよね。そう別に使うっていうよりもなんだろうな、1% の潜在意識の意識してる部分を、黙らせるっていうか、そっちを使わない、そっちをなんだろう、あんまり機能させないような、なんかそんな感じが一番いいんじゃないかなと思うんですね。でただその潜在意識、日常を意識してる部分っていうのはやっぱりあることはすごくこう地球の中で生きててちゃんとルール守っているために必要なんですね。潜在意識っていうのもちゃんとこう役割があって、すごくこう自分を守ってくれてるものでもありますから、いいものではあるんですけど、ただ考え方とかの癖とかね、そういうのがすごくこう潜在意識、親から言われたこととか、日常なんだろうね、いじめられたこととか、なんだろうな、地球の中のルールですかね。人のこと考えてからこうしなくちゃいけないとか、それが前世から来てるものだったりとか、そういうなんか考え方の癖みたいのが 1% の中に入ってるんですね。だから 99% をそれで縛っちゃってる感じなんですよ、 1% で。自分がだからちょっとその潜在意識が出しゃばってるみたいな感じだね。すごい力があるのになんか出しゃばっちゃってるから、すごい力がないとかさ勝手にやっちゃってんだけど、すごいやっぱり力があるのが当たり前ですからね。そうここはだから、潜在意識と仲良くするって感じですね。別にそれもやっぱあることによってそう本当に守ってくれてるし、私も潜在意識も大好きだし潜在意識も大好きだし、全てひっくるめて潜在意識って言いますからね。ハイヤーセルフですから、なんだろう、その部分はすごく大事なものなんですけど、じゃあ、どういうふうにねやっていけばいいかってことなんですけどね。やっぱ潜在意識を黙らせる。だから私が今、ハイヤーセルフと共に進んでる感覚があるんですね。潜在意識全然出さないんですよね。だからなんだろう、日常ハイヤーセルフにつながってる感覚っていう動画でも撮ってるんですけど、リラックスしてればいいんですよ。自分がリラックスしてたり、なんか伸び伸びしてたりね、好きなことやったり、もう本当にねぼーっとしてたりする時が最高の波動なんですね。だからぼーっとしてればいいんですね。好きなことやってればいいんですよ。それ以外のとこをやってる時が、なんていうのかな、潜在意識がすごい動く時だし、なんだろうな、ああでもないこうでもないやってる時っていうのはもう 99% のハイヤーセルフからずれてる時だから、日常は結構もうハイヤーセルフに自分がなってるんですね。そうなってるのにそこからずれちゃってるから、
嫌なこととかやらない、リラックスする時間を多く取る、好きなことをやる時間を多く取る、まあそういうふうにやってれば、おのずと何て言うんだろう、不安なこととかもだから思考が働かなくなってくるから、なんだ本当に楽になっていくんですよね。もともと私たちは、潜在意識でありハイヤーセルフであり波動が高いですからね。高いのが当たり前なんですよ。みんな高いところ、宇宙そのものだからものすごい高いですからね。ものすごい高いってなんかどのぐらい高いんだろうね。私たちは高次元の存在で、高次元が高くて偉くて低次元が低くて偉くないとか、そういうわけじゃ全然ないので、はい。宇宙そのもののもともと力があるっていう感じですからね。だからすごくこうなんだろうな、リラックスしてればやっぱりいいんですよね。ハイヤーセルフ、潜在意識の力をね、この 99% の力をどうやって使うかって、もう本当ハイヤーセルフと同じ、言葉がね違うんですよ。潜在意識、ハイヤーセルフ、宇宙のソースエネルギー、引き寄せの波動、ボルテックスエネルギー、アカシックレコードとかね、すごいいろいろあるじゃないですか。もうね好きだから、分離がもういっぱいいろんなの分離されてるんですけど、そうでいろんなもの、あれはこう言ってた、あれはこう言ってたとかね、いろいろあると思うんですけど、なんだろうな、やっててもいいですよ。それにこだわっててもいいんですけど、こだわってても結局同じことを行き着く先は同じだったり、同じことを言葉を変えて言ってたりするだけなんですね。そうだから潜在意識っていう形で、学びを深めることもいいですし、ハイヤーセルフっていう形で学びを深めることもいいですし、ソースエネルギーとして、学びを深めてもいいしって感じだけど、結局は、自分がリラックスしてればいいってことですよね。だから好きなことをやってればいいわけだから、好きなこと、リラックスすることをいっぱいやる。自分が波動が乱れること、なんだろう、嫌な人と付き合うとかね、嫌なことやらなくちゃとかね、そういうのを極力減らしていくっていう風にしていくと、やらなくちゃって思ってるのがその 1% の潜在意識がやるからね。やらなくちゃいけない、でもなんかやりたくないっていう気持ちとか出てきたり、気持ちもハイヤーセルフなんですね。潜在意識から気持ちって出てくるから、そのねやっぱり気持ちも大事に、嫌だって思ってる気持ちもやっぱ大事にしてあげるんですよ。そう気持ちもハイヤーセルフってね、分かりやすくないですか？私は今一番のエースというハイヤーセルフとチャネリングしてコンタクトしてるじゃなくて、それもやりますけど、一番なんかもうねもっと楽なのが好きだから、ここなんですよ。ここで感覚として、ハイヤーセルフの、感覚をキャッチしてる感じですね。じゃあ今これから、こういうことがやりたい、どう思うかな、ハイヤーセルフみたいな聞いた時に、ざわっとしたら行かない方がいいとかね、いい気がすると思ったら GO っていう意味かなとかね、ここでキャッチしたりしてるんですよね。すごいなんかみたいな、こんな感じでいいのって思うと思うんですけど、私たちもともとやっぱすごいんですよね。すごいから、もう五感がハイヤーセルフっていうか、もう私たち潜在意識なんですよ。ハイヤーセルフなんですよ、いつも。そこからずれたことをやっていたみたいな、そういう感じですので、なんだろう、潜在意識っていうものをね学ばれてる方はね、結構こうなんだろうな、遠回しになってるものとかもねたくさんありますけど、もっとやっぱりもっとシンプルで、結局潜在意識をこの 99% のところをどういうふうに使うかって考えがちだと思うんですけど、意識的にはやっぱりこうハイヤーセルフの感覚というかね、リラックスしてれば潜在意識の感覚も使えるようになりますし、前世見る場所とか、情報をキャッチする場所とかね、そういうのも潜在意識を見てたり情報をキャッチしてたり、それは日常でもね、すごいやってるんですよね。私も講座の中でね結構お伝えするとみんなびっくりする、ここですかみたいな感じで言うんですけど、多分もう自然発生でねキャッチする方もいると思うんですけど、日常使ってるんですよね、そういう場所とかも。全部私たちってやっぱすごいから、全て持ってる、ハイヤーセルフにつながる場所とか、潜在意識につながる場所、アカシックレコードの場所とかね、持っちゃってんですよ。すごいんですよ。はい。ですので、本当に
ね、潜在意識って何なのかなって考えてる方っていうのは、ハイヤーセルフと一緒なんだなって思っていただくといいと思いますね。これに対していろいろ思う方もね、潜在意識学んでまさかそんなの違うわって言いたくなるかもしれないけど、今のところ私がこうやってて、あれ同じことじゃないのみたいな感じで途中から気づいてきたんだよね。潜在意識の力がすごいっていうのが分かってきて、そうすごいなすごいな、あれハイヤーセルフあれ一緒じゃないみたいな感じになって、そう言葉違うんだよね。だから、だから多分ご自分の魂とかね、感覚の中ではいろいろ分離されてることがこれ一緒のこと言ってんじゃないかなって多分皆さん分かると思いますので、ご自分の感覚に従っていろいろやってみるといいんじゃないかなと思います。あと、たくさんね、YouTube 見てくださってる方が増えていて、本当にありがとうございます。私も本当にね、皆さんにやっぱりあなたにすごい力があるんだよって、そのままでいいんだよっていうことだけをお伝えしたいですね。本当に皆さんね、本当お疲れ様ですって言いたいんですよ。探し続けてきて、本当に何か私の使命はとかね、自分を責めていたりとか、いろんな体験されてきてると思うんですけど、もうね、全て何ですかね、手放す時、手放していい時、今までの地球がちょっと理不尽というかね、変わってたので、やっぱり正しいこと言ってね、怒られたりとかいろいろあったと思うんですけども、本当に安心してもう探さないでそのまま自分でいればいいし、ね、いろいろ傷つけられたりしたことがあったとしたら、もう本当にそのままの自分でいられる優しい優しい時代になりましたので、安心して、自分をね出していかれるといいんじゃないかなと思います。そういうのなんかね、気づきになればいいなと思って、これからもあと動画1000本ぐらいいきたいと思います。誰が見るんだろうね、でもちょっと来てるんですよ、動画って来てますので、あとはちょっと日本語もそうだし英語でもねやってみたいなと思ってますので、いろいろね見ていただいてなんか気づいていただければいいんじゃないかなと思います。ではでは。